おはようございます。特急便です。2023年10月6日金曜日、これから出発します。ポン。今朝コメントをいただいた分で、1500円のマグロ一本釣りできましたってコメントあったんですけど、多分それは本当のマグロではなくて、マグロ1本100万以上したりしますからね、そうじゃないと思うんですけど、多分ウーバーで一撃で1件で1500円出たよ、狙って取れましたってことだと思うんですけどね。狙って取れます？私そういうの考えたことないんですけどね。皆さんどうされてます？狙えます？私にはそういうノウハウが全くないんで、もしよかったらそういうノウハウをお持ちで、少し喋ってもいいよ、ほのめかしてもいいよって人がおられましたら、コメントでみんなに教えてみてください。自己流で結構です。お願いします。ピッ。中央公園でなりました。1本目行ってきます。1軒目がコンピラです。次入ってます。すぐ行きます。2軒目中本町ドロップです。コーラ飲んでたら戸端4バンクになりました。すぐ行きます。幸町ドロップです。戸端弥勒公園というところで進んでます。まだ先日お話しした配達員さんとここに来てくれたんでお話できまして、ありがとうございます。僕だけが暇じゃないんでなんか安心しましたでも彼の方が先になっていっちゃったから、今これ丼物を入れてるんですけど、丼の場合は下まで紙を入れちゃうとひっくり返ることがありますので、上の方だけちょっと押さえます。それはコツです。4軒目ドロップ三六町です。さっきの丼の巻きの当て物の話ですけども、これは超初心者向けの話なんで、もう3ヶ月から6ヶ月やってるよって方はご存知だと思うんで、今これから話すのは無視してください。まずですね、丼にラーメンとか重たいものが入ってた場合、これが丼だとしますと、重たいものの場合は大体安定します。問題はこの丼に軽いものが入っていた場合ですね。冷やし中華とかサラダとかちょっとした惣菜とか、あまり重たくないもの、脇に当て物をしすぎちゃうと、その当て物が下に入り込んでしまって、丼自体が斜めになって、で汁物が出てきちゃうということがあります。具体的にはこんな感じですね。でこれが丼だとします。で、これがいつも使っている新聞紙です。綺麗な新聞を僕はくしゃくしゃにして使ってます。で、これを真横にちゃんと押さえなきゃって入れると、これ運送中にこれが下に入り込んできてこんなになっちゃったりするんですよね。軽いもんだのね。これが丼の中に重たいものが入っていればこれが入り込む余地がないんで大丈夫なんですけどね、軽いものが注意です。で、どういうふうに、防止するかですけども、これを当て物もししたい場合は全部入れない、上3分の1ぐらいちょっと引っ掛ける。でもしこっち側が空いていたらこっち側も3分の1だけ引っ掛ける。そうするとこれが養生が下に入りませんから、斜めになる可能性がほぼないということになります。あとですね、これと関連するっていうか、別の話なんですけども、この軽い容器に入った、惣菜を置いといて、でこの新聞紙がジュースかなんか重たいものがあったとしますよね。で運送途中にこれはこうやって振動しながらこの下に入り込む時があります。どんなものでもそうですけども、重たいものと軽いものがあった場合、振動しているうちに重たいものの方が下に行くんですよね。で軽いものが上に乗っかっちゃうっていう現象がありますから。でこの場合どうやってそれを防止するかですけども、これを今度当て物として、でこの左に重たいものがあります。で重たいものを置いたら当て物ちょっと1つ2つと置いて、で転がって、下に入り込まないように注意をします。そうすると大体、こぼさずに運びます。で今の当て物の話ですけど、1つ目は
上の方にちょっとかけろと。で、2つ目は下の方に置けって話で、じゃあ下の方に置いたら、やっぱり丼の下に入り込んでいくんじゃないかって話になりますよね。で、今の2つ目の場合は、重たいものを置く、緩衝材を置く、で、板かませる、で、そこの板と丼の間にもう一つ緩衝材かませる、それで丼ですね。小倉状態機です。交代前は蚊が多くて、ちょっと我慢できなくて、こっち逃げてきました。ここで待機します。ザ・カフェラテ、まろやかな甘さというのを飲んでみます。ここほんと気持ちいいんですよね。なんでみんなここで待機しないんだろうって思うんですけど、考えてみると、みんなここピック嫌がりますからね。バイクさんと車の方は駐車場がちょっと面倒なんですよね。気持ちいいドロップです。5軒目です。大友町です。今日初めてです。久しぶりに場所がドロップ先が分かんなくて注文者に電話しました。マンションメンバー出したまずいからブラブラ1マンション、ブラブラ2マンションってありまして、1は1回配達したことがある、2は4、5回配達したことあったところでした。で、今度ブラブラ3が出てきまして、ね、注文者の方は3だって言うんですよね。で、そこの所在地を調べると、加盟で高橋さんっていううちの家になる。で、高橋さんがうちが壊されて、ブラブラ3マンションになったのかなと思って、注文者にもうあらかじめ連絡したんですけども、注文者はそういうのはわからない。みたいな。何も返事ないですね。それで、ワンブロック一周してみたんですけど、やっぱりないんですよね。で、注文者に何度か電話して、やっと繋がって、電話も出たくない方だったみたいでね。で、所在地は合ってますかって聞いたら、そこで合ってるんだと。じゃあ、高橋さんの家がそのマンションなんですかって、そういう場合もありますから、で聞いてみたら、そうでもないと。また別のマンションの名前に書いてあるところなんだって言うんですよね。で、じゃあ所在地は、確かだってことが分かりましたから、そこをしらみつぶしに回ると、一番最初は無視してしまったマンションの入り口っぽくない路地があって、そこ入っていくと、その高橋さんの裏側にマンションがありました。やっと見つけました。よかったです。下糸宇宙ドロップ6軒目です。出雲の公園待機です。真鶴ドロップです。今牛丼食べたんですけど、すき家の中盛りっていうのが並と大盛りの中間じゃないのか。肉だけが増えてたような気がするんですよね。気持ち悪くなりました。美味しかったけど。8軒目、下糸宇ドロップです。あと15分くらいやります。ちょうどオンライン時間が10時間になったところで終了しました。一番最後、ラスト2分で家逆方向1件だったんですけども、それは拒否して終わりにしました。オンライン時間に対する運転時間の比率が 29% で、少し換算期にしては高めなんですけども、昨日の鳴りが悪かったんで、少し上に調整してくれたのかもしれないし、また明日。さよなら。失礼します。